11、宇宙の根源が偶然であることを妨げるものは何ですか？答え、それが偶然であるというのは、確率の原則を知らないことです。なぜなら、偶然には2つの切り離せない条件があるからです。それは、時間と場所です。偶然には、その効果が現れるまでの時間が必要です。その効果を生み出すには、物理的及び空間的な存在が必要です。私たちの宇宙は、古からともなく時間から来たにもかかわらず、宙の創造に偶然が役割を果たしたとどうして言えるでしょうか。偶然そのものが現れずに、偶然の影響がどのように現れるのでしょうか。偶然は、その存在や、偶然の基本条件である時間や空間の存在以前に、どのような影響を与えるのでしょうか。12、宇宙は永遠であるという無神論者に私たちはどう反応しますか。答え、熱力学の第二法則によれば、宇宙が永遠であることは不可能です。この法則を単純化するために、次の例を挙げて説明します。部屋に熱湯の入ったカップがある場合、部屋の温度がカップの温度と等しくなるまで、熱は熱水から部屋の雰囲気に移動します。これが熱力学の第二法則です。常に高から低くまで。この法則は、宇宙の誕生以来、宇宙のあらゆるものの温度が等しくなるまで、あらゆる瞬間に宇宙のあらゆるものに適用され、宇宙のあらゆるものの温度が等しくなったとき、いわゆる熱による死が起こります。宇宙が発生します。もし宇宙が永遠であれば、今は止まっている。つまり熱的に死んでいると思われますが、実際には宇宙は今、最大エントロピー以下の状態にあり、まだ熱的死には至っていないのです。むしろ、時間と空間が出現した固定的な始まりを持っています。同じ法則に従って、宇宙は最小のエントロピーで始まったことが証明されています。これは、その出来事がこれまでの創造的な例とは異なっていたことを意味します。これは一方では科学法則ですが、無神論は全く異なる側面があります。13因果律が創造主に適用されないのはなぜですか？言い換えれば、誰が創造主を創造したのでしょうか？答え、第一に、創造主は創造物の法則を適用しません。そしてこれは、自明のことです。そうでなければ、料理人は誰が料理したのというでしょう。誰がそのペンキを塗りましたか？創造主が時間と空間の創造主であることは明らかであるため、それらを創造した彼にはいかなる法律も適用されません。彼に栄光は、第二に、起こることにはすべて原因がある。これは真実です。しかし、創造主は、彼のようなものは何もありません。11スーラとは、ルシュラ。第3、創造主は偶然ではなく、むしろ永遠です。では、誰が創造したのか、どうやって言えるのでしょうか。第4に、創造主は永遠であり、存在するために必要である必要があり、そうでなければ、行為の非発生を必然的に導くエージェントの順序という問題が発生することになります。これは、先ほど詳しく説明したことです。創造主は永遠に必要な存在でなければなりません。まず、創造主に栄光あれ。